何この青空天気良すぎ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていたんですよ。そしたらですね。なんじゃこりゃあ。やばいです。面積8平米、いや正確には 7.9 平米という、超絶ミニマムなワンルームを発見してしまいました。普通のワンルームといえば20平米、いや今時は25平米から30平米くらいあっても普通です。それが、8平米。人類が住める狭さの限界を超えているのではないかという驚愕のスモール感です。ということで、板橋区に来ております。広い空からの狭い家へと向かう途中なんですが、これを登った先には何が待っているんでしょうか？なんじゃこりゃあ。地図を見たら荒川と書いてあったので、てっきり水辺なのかと思いきや、水はないのね。時間帯で水位が変わるのでしょうか？そして向こう岸は、こんにちは埼玉県。いやー、ゆっくり不動産も埼玉進出かと思いきや、今回もギリギリ東京都内です。さて、こんな気持ちいい環境でウォーキングもランニングもやり放題なエリアに、逆に超狭小なアパートがあるなんて未だに信じられませんが、向かってみましょう。ワンルームの歴史はですね、その昔20年以上前までは18平米くらいが主流だったようです。水回りは3点ユニットバスで、居室は6畳以下、洗濯機置き場がないケースも多々あり、なんて感じです。それが徐々に人々のニーズに合わせて大型化してきて、バストイレ別の20平米を超えた面積が主流になり始め、さらに居室も7、8畳くらいある25平米前後がスタンダードになってきた感じでしょうか。デザイナーズ系はあえて水回りをセットにして居室をさらに大きく確保することも多いですが、まあ歴史的にはこんな感じじゃないかと思います。ニーズが多様化し、ミニマルな暮らしを求める人も増えてきたということで、ミニマムアパートの存在も知っていましたが、8平米は想像すらできません。しかも今日は全く間取りが異なる2部屋を見れるということで楽しみすぎです。さて、広々した河川敷と公園から少し入ると住宅が密集する路地が現れました。この古い建物が立ち並ぶ光景の中に、そんなファンキーなアパートがあるなんて想像できます。あったばい。これが噂の狭小アパートですか？確かに一風変わったデザイン。ちょっと大きな戸建てに見えなくもないです。築3年の全8部屋のアパートとのことですが、早速入ってみましょう。こちらがオートロックですね。おー。いきなり階段が現れました。1階にも左右部屋があり、上にもいくつか。どこか下宿っぽい感覚があるのはこのコンパクトさからでしょうか。ドアの密度がすごいんじゃ。さすが狭小アパート。いやもうこの絵面で狭いことは伝わりますね。それでは今回のお部屋へ。狭ーい。なんじゃこりゃあ。狭いんだけど、なんというか。キッチンでかすぎん。なんですかこのメリハリ感は。部屋の半分くらいがキッチンじゃないですか。キッチンがでかすぎて他に何も置けないというか、あっちに見えてる風呂なんてもう余裕がないからとりあえずバスタブ隅っこに置いておいた感じになってるし。何このアンバランスな間取り。ここの設計士さん熱いわ。発想が素敵だわ。でもよく考えると、キッチン天板は作業用デスクとしても使えるし、料理するときには十分なスペースが使える。冷蔵庫はどこに置くんですか？そんなことは自分で何とかしてください。そんなことを人に頼る人に、住む資格はありません。何せ8平米なんですから、一般常識にとらわれる方には絶対に住めません。いや、むしろこんなにハードルがありまくる家に住めるなんてテンションが上がる。という常識を逸脱した発想の方だけに許される生活になること間違いなしです。料理するときはしご邪魔やないと？いやだから解決方法は自分で見つけてください。さて、続いて浴室。いや浴室ではない。これは何と呼べばよいのでしょう。バスタブが申し訳なさそうに居座っているこの空間。僕なんかが場所取ってすいません。いやいいんだよバスタブくん。君も限界まで小さくなって頑張ってくれてるじゃないか。
カーテンで水が飛び散らないように入浴できるかは住人さんの努力です。でこちらが洗濯機置き場。すごいですよ。この面積にして洗濯機置き場があるなんて。昔なら確実に削られています。コインランドリー行きなさい、と。キッチンでかすぎん。すいません。さっきも言ったのですが、どこから見てもキッチンでかいです。あ、玄関ドアの隣には収納らしき扉がありますね。この小ささにして収納を作ってくれるなんて嬉しいじゃない。トイレだったのね。すっかりトイレの存在を忘れていました。むしろトイレが共同であっても文句はないくらいに感じていたので、こんなに立派なトイレがあることに感動です。手洗いは最小サイズ。かわいかー。いや本当にすごいですね。8平米でキッチン、風呂、洗濯機、トイレすべてがついているなんて感動ですよ。普通に住めますね。いや、普通には住めません。これまで自分はミニマリストだなんて思っていた皆さんも、この物件を見たら考え直すんじゃないでしょうか。すいません。持ち物持ちすぎてました。物を捨てられない人間と呼ばれても文句は言えません。と。何やら可愛いサイズのスイッチたち。オートロックの遠隔解錠までできるとは、住宅としての機能は 100% 足りています。面積が足りているかどうかはあなた次第。さて、気になっていたはしごを登ってみましょう。おお、エアコンもあるんですね。完璧すぎて文句のつけようがありません。上がった先はロフトでした。しかもかなり広めです。しっかりとマットレスを置いて、ちょっとした収納にも使えそう。普段は、ロフトでは寝たくないなんてわがままな選択肢もありますが、ここでは確実にここで寝ることになります。反対側からのビューです。寝起きはこんな目線でしょうか。迫り来る天井のデッキプレート。窓が上部にもついているから、部屋全体が明るいですね。あ、はしごはずれないようにしっかり対策されています。料理するときにずらすには少しコツが必要かもしれませんね。まあこういうのは慣れでしょう。いやーすごい空間ですね。8平米だけど縦には長め。なので面積よりも広さを感じます。そして今気づきましたが、外壁というものがほとんどありません。壁のほとんどが窓。ということで、明るさは最強の部類に入るのではないでしょうか。本当に面白いなぁ。人生の一瞬でもこんな家に住めると、いい思い出になりそうです。昔8平米の家に住んだことがあるったい。と間違いなく自慢できますね。飲み会では滑らない話のネタとしても使いまくれるでしょう。いやなんなら、うち来る？狭いけど。なんてありきたりなお誘いからの、狭ーいのリアクションを楽しめそうです。これは。ブレーカーここにあったのね。めっちゃ探したんですが、見つけられなかったんですよ。照明なしでも明るいからまあいいか、と撮影していましたが、こんなところに隠れているとは。ブレーカーの場所にびっくり物件ランキングでも上位に入れそう。照明をつけてみてもいい感じです。夜はどんな感じなんでしょうね。こちらが間取り図です。本当に素敵な物件でした。住宅の概念を覆す、こういう発想の設計士さんもすごいし、これを実際に作ったオーナーさんにも脱帽です。世の中の 99% の普通の人には住めないけど、限られた方にドハマりして最高に楽しい生活になりそうです。さて、もうお腹いっぱいなんですが、もう一部屋見られるということで、今日は本当にラッキーです。なんでも各部屋でコンセプトが違っているそうなんです。8平米で生活を完結させること自体がすごいのに、8平米でコンセプトに違いを作るなんてもはや芸術ですよ。次の部屋はどんな感じなんでしょう。さて、逆サイドにやってきました。今回内見するのは奥の部屋です。玄関前のスペースはテラスのように使うこともできそうですね。玄関ドアは両開きなので、両面開放すれば室内とテラスを連続して使えるようです。
でここ洗濯機ですか。なかなかアグレッシブな洗濯スペース。逆に言うと、室内はその分1平米くらいはゆとりができているということでしょうか。早速入ってみましょう。広い。いや広くはない。それは目の錯覚です。さっきはドア開けてキッチンが押し寄せていたので、それと比べるとちょっと広く感じますね。テラスからは少し段差を降りたフロアです。どうやらまだ退去後の清掃は完了していないようですが、ベッドは普通にシングルサイズが置ける広さ。高い天井からはおしゃれ系照明が吊られています。そして、こちらの部屋はバスタブが大きめです。風呂の快適さを優先した形でしょうか。逆にトイレは隅っこにひっそりと。カーテンで仕切るようですね。こちらの部屋は正確には 8.7 平米ということで、さっきよりも 10% くらい面積広めです。でかいキッチンがないのと、ガラス越しにテラスが見える開放感もあるので、それ以上にさっきの部屋よりも大きく感じますね。キッチンがないの？さらっと言ってしまいましたが、とんでもない事実を見つけてしまいました。さっきは、キッチンでかすぎんなコンセプトでしたが、こちらの部屋ではむしろ、キッチン不在。IH コンロと洗面の水で頑張りましょう。というスタイルですね。つまり快適なベッドと浴室に注力するコンセプトなのでしょう。なるほど。これが部屋ごとのコンセプトの違いだったんですね。こちらが間取り図です。玄関前をテラスとして使うイメージがわかりますね。天気のいい季節は玄関側のガラス戸を開放して、屋外も取り入れた生活スペースとして使えそう。これも最初の部屋にはなかった特徴です。いかがでしたでしょうか？超強小ワンルーム。個人的には史上最小物件の内見になり、興奮の連続でした。これより小さい住居なんてあるのでしょうか？ご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。今回は強小ワンルームでしたが、強小戸建てなんかもゆくゆくは見てみたいです。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。しとると？しとったと？そうね。そうやったとね。ありがとねー。